1949年、ゴジラ、-0.0 の舞台になる年です。戦争が終わって4年。最初のゴジラ映画が公開される5年前、この年の日本がどんな場所だったか。東京はまだ焼け跡の中にありました。建て直された商店の隣に空き地が残っている。そういう街です。この国は占領下にありました。独立を取り戻すのはこの3年後です。1949年の日本にはまだ自分で決められないことがたくさんありました。人々は働いていました。電車に乗って仕事に行って帰ってくる。ただ、その暮らしがこの年に一度強く締め付けられます。1949年4月、1ドル360円という為替レートが決められます。日本が自分で決めたものではありません。この年の日本経済は、外から強く統制されていました。財政の引き締めが行われ、多くの人が職を失いました。街には、閉じた店と、行き先のない人が増えていきます。そして、夏が来ます。7月から8月にかけて、鉄道をめぐる大きな事件が3つ、続けて起きました。詳細には立ち入りません。確かなのは、この夏の日本が非常に不安定だったということです。8月29日、ソビエト連邦が初めての核実験に成功します。アメリカだけが核を持っていた時代が、この年に終わりました。ゴジラという存在が何から生まれたかを考えると、この年に核の状況が変わったことは無視できません。それでも、この年の日本には日常がありました。映画館には人が並び、街には歌が流れていました。そして11月3日、湯川秀樹に日本人として初めてのノーベル物理学賞の授与が決まります。受賞理由は中間子の理論、原子核の内部で、陽子と中性子を結びつけているものは何か。それを予言した理論でした。核に傷つけられた国が、その核の構造を解き明かした人間を、初めて世界から称えられる。同じ年に、両方が起きています。1949年の日本は、こういう場所でした。焼け跡が残り、経済は締め付けられ、夏には不穏な事件が続き、秋に核の時代が本格的に始まった年、その5年後に、最初のゴジラ映画が公開されます。ゴジラ-0.0 は、この年から始まります。公開は2026年11月3日、次回は1949年8月29日に何が起きたのかを詳しく見ます。